つむりの化粧品教室。こんにちは、つむりです。今回はミノンから発売されている全身用スキンケアを分解してみました。つむりの化粧品教室ではミノンのスキンケアやドラッグストアなどで気軽に購入できるスキンケア化粧品を中心に紹介しています。チャンネル登録やグッドボタン、コメントやリクエストをいただけるととても嬉しいです。今回の動画ではミノンの全身スキンケアを紹介しますということで、1つ目に全身保湿ミルク、2つ目に全身保湿クリームの2種類を紹介していきます。では1つ目の全身保湿ミルクです。こちらは有効成分を1種類配合した医薬部外品の乳液になっています。有効成分はグリチルレチン酸ステアリルと呼ばれている油溶性の抗炎症が期待できる成分を配合しています。エキスの配合はなく、とてもシンプルな処方になっているので、顔だけでなく全身に使えるのがとても嬉しいポイントかなというふうに思います。増粘剤としてアクリル酸、メタクリル酸、アルキル強重合体とヒドロキシエチルセルロースの2成分を配合しています。他にも高級アルコールであるベヘニルアルコールやワセリン、硬化油などを配合することで乳液特有のテクスチャーにしています。さらにスコアランと似ている感触を表現できるアルファオレフィンオリゴマという成分も配合されています。低刺激、弱酸性で香料、着色料、パラベン、アルコールフリーの計4つのフリーを謳っているので、小さいお子さんから大人まで幅広く使えるのではないかなというふうに思いました。防腐剤はフェノキシエタノールを配合していて、200ml と 400ml の2種類で発売されています。この 400ml タイプは最近発売されたようなので、家族全員で使っている方には嬉しいなというふうに思いました。では2つ目、全身保湿クリームを紹介します。こちらも有効成分を1種類配合した医薬部外品のクリームとなっていて、有効成分はグリチルレチン酸ステアリルを全身保湿ミルクと同じく配合しています。エキスはこちらの製品にも配合されていませんでした。増粘剤は希少品表示名称でカルボマ、医薬部外品表示名称でカルボキシビニルポリマーと呼ばれている成分を配合しています。他にもミツバチの巣から取れる固形の油で有名なサラシミツロウという成分や高級アルコールであるベヘニルアルコール、さらに肌に馴染みやすくベタつきが少ないホホバ油などが配合されています。こちらも低刺激、弱酸性、香料、着色料、パラベン、アルコールフリーの4つのフリーを謳っていて、防腐剤はフェノキシエタノールを配合しています。90g で発売されていて、ミルクと比べると容量は小さいですが、少量でもしっかり伸びるのかなというふうに推測しました。まとめです。今回はミノンから発売されている全身保湿用のシリーズ、ミルクとクリームの2種類を紹介してきました。全身保湿用ミルクは大容量タイプである 400ml のものが最近発売されたようなので、家族みんなで使えるのが嬉しい点かなというふうに思いました。これからだんだん寒くなってきて乾燥もひどくなってくると思うので、家族みんなで一つの化粧品で保湿できるのもなんだか楽しいかもなというふうに思いました。では簡単に特徴を振り返っていきます。一つ目に紹介した全身保湿ミルクはスコアランと似ている感触を表現できるアルファオレフィンオリゴマという油の成分を配合した乳液になっていました。2つ目に紹介した全身保湿クリームはミツバチの巣から取れる固形の油で有名なサラシミツロウを使って硬さ出しをしているのかなというふうに推測しました。ミルクとクリームどちらも成分は似ているので、さらっと軽く保湿したいか、しっとりクリーミーに保湿したいか、どちらのテクスチャーが好みかで使い分けたらいいかなというふうに思いました。いかがだったでしょうか。つむりの化粧品教室では他にもミノンのスキンケア化粧品や風味、モモプリなどの化粧品を紹介しています。チャンネル登録、グッドボタン、リクエストやコメントもお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。